こんにちは。今日はトップダウンのプルオーバーを作っていきます。その作り方は、まず鎖を編んで、それをつなげて輪にして、その周りを編んでいきます。とても楽しい編み方なので、よかったら作ってみてください。今回のプルオーバーは、上半分を四角にして、下はこんな模様編みで編んでいきます。初めて組み合わせたんですが、夏らしくてとても綺麗な花模様になりました。よかったら試してみてください。使用する糸は、これはセリアさんのニューエンジェルコットン 20g で49メートル、綿 100% でカラーナンバー2019、使用界隈の目安は3から4。これを8号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針で、この糸はこんな感じで2ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。これから鎖編みをしていきます。その前に高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。まず鎖編みをしていきます。この最初の糸足は少し長めに残しておきます。だいたい15センチから20センチぐらい。ここから始めます。この鎖編みはゆったりではなくて、普通ぐらいで編んでいきます。この鎖の長さは、これから作っていきたい襟ぐりの広さになるまで、だいたい好きな長さまで編んで、それをこんな感じに当てはめます。鎖を編んで輪にして、その4点にマーカーをつけて、その角を広げるようにして編んでいきます。これが襟ぐりになります。鎖88編んで、これに当てはめて襟ぐりを作っていきます。このマーカーをつける場所は後で説明します。今出来上がったところです。サイズについて少し補足したいと思います。私はこの鎖88で編みました。この細編みの状態は60センチだったんですが、編み進めていって切るときにはこんな形になって襟ぐりが広がります。この状態だと66センチ、鎖88で切るときには66センチなので、 L サイズでだいたいこれぐらいの無難なサイズの時には88で大丈夫です。特にお好みでこの襟ぐりを広くしたい時にはこちらのパターンで編んでいきます。で、 LL サイズの時にはこれかこれ、こっちの方がだいぶ広めの襟ぐりになります。 M の時にはこれかこれ、これぐらいのバランスにしたい時にはこっち80で、広い襟ぐりにしたい時にはこの鎖88で、 S の場合にはこれか、あともうちょっと狭くして小さめの襟ぐりにします。こんな感じで作っていきます。必要な数だけ鎖を編んできました。これを輪にする前に1段だけ細編みをしていきます。細編みをするので、鎖をもう一つ戻って2つ目に細編み。この時は
裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、2つ目に細編み。今回のプルオーバーは裏に針を入れて細編みをする方がきれいに出来上がります。このまま一つに一つの細編みをしていきます。で、端まで編んでいきます。細編みが終わりました。これを引き抜いて輪にします。表を上にしてねじれていないか確かめます。これが最後の細編み。これが一つ目の細編み。一つ目の細編みに引き抜きます。で、引き抜いて、もう一度引き抜いて、これでつながりました。で、今この細編みの上がつながって下は開いている状態。この糸を使って針で後で整えておきます。そうするときれいにつながります。で、次はマーカーをつけていきます。私はこの数で作っていきます。今引き抜いた糸、これはこの位置、次はここ、これはマーカーを含めて数えて17番目。マーカーがついたところをよく見ると、これが引き抜いた糸、そのつながっているところが一つ目の細編み。ここから数えていきます。これが1、2、3、4、5と数えていきます。2、4、これが17番目。マーカーを含めて数えて17番目。次はここ。マーカーを含めて数えて29。これが1、1と数えていきます。これが29番目。次はこれ。マーカーを含めて数えて17。これが17。で、最後はここ。マーカーを含めて数えて、この一つ目のマーカー、この一つ目のマーカーが29。1、2、3、4と数えて、マーカーがついたところが29番目。で、これで4箇所にマーカーがつきました。次は四角を編んでいきます。まずこの引き抜いた糸。鎖4つ。1、2、3、4。同じところに長編み。これは角になる三角。次から四角を作っていきます。鎖1つ。足元1つ飛ばして2つ目。
四角を作ります。これで三角と四角、次も四角、2つ目のマーカーの手前まで来ました。またここでも四角を作ります。鎖1つ、足元1つ飛ばして、2つ目はこのマーカーのところ、1、2、三角を作ります。鎖1つで同じところに長編み、これでマーカーをつけていたところに三角ができました。また四角、これで四角、三角、四角、四角を次のマーカーのところまで続けていきます。ここまで続けていきます。3つ目のマーカーの手前まで来ました。またここでも四角と三角、四角、これで角ができました。次の角でもマーカーのところでも三角を作って、でスタートしたところまで戻っていきます。一周編んできました。最後も四角を作ります。鎖1つ、最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。上が2本で下が1本、この状態で引き抜きます。これで1周目が終わりました。この状態でもう一度頭を通してみて、で好みのサイズになっているかを確認します。大丈夫だったら次は2周目。2周目はこの三角から糸を出します。この三角に針を入れて糸を出します。これをかぶせるようにして引き抜きます。これで三角から糸が出ました。ここから鎖を4つ、1、2、3、4、三角に長編み、これで三角に三角、次は細長い四角を作ります。鎖1つ、足元はこの三角の長編みの上、ここに長編み1つ、これで三角と細長い四角、次から四角の上に四角、鎖、長編みで四角ができました。次からも同じ。
マーカーの手前まで来ました。次も四角、鎖一つで三角の長編みの上、鎖、三角に長編み、これで四角ができました。細長い四角、次は三角、鎖、これで三角に三角、次は細長い四角、鎖一つで、この長編みの上、これで細長い四角と三角、四角、角はこんな感じにしていきます。次からまた四角の上に四角、次からここまで編んでいきます。3つ目のマーカーのところまで来ました。またさっきと同じです。鎖一つで長編みの上、細長い四角、鎖一つ、三角、また細長い四角、これでマーカーのところに四角、三角、四角、次から四角で、次のマーカーのところでも同じで、一周してスタートしたところまで戻っていきます。スタートしたところまで戻ってきました。また四角を作ります。鎖一つ、下の最初の鎖の下から3つ目、ここに長編み、1、2、3、長編み、これで四角ができました。次は細長い四角、鎖一つ、最初の鎖の下から3つ目、1、2、3、ここに引き抜きます。これでまた細長い四角、三角、四角、これで2周目が終わりました。次は3周目。2周目と3周目以降はずっと同じように編んでいきます。また三角から始めます。このまま三角の中、これで三角から糸が出ました。鎖4つ、1、2、3、4、三角に長編み、これで三角に三角、次は細長い四角、鎖一つで、下の三角の長編みの上、次から四角に四角、四角の上に四角、ここが三角、細長い四角、普通の四角、これを四角を繰り返していきます。
このまま次の角まで編んでいきます。2番目の三角のところまで来ました。また四角、次は三角、これで四角、三角、四角。次の角でも同じ。次もこれを繰り返していきます。で同じなんですが、もう一度ここだけ編んでいきます。3周目の終わりまで来ました。またここでも四角を作ります。鎖、下の鎖の下から3つ目、最後は細長い四角。1、2、3。これで3周目が終わりました。次は4周目。全く同じです。三角から糸を出して鎖4つ。三角に長編み。また四角、これを好みの長さになるまで繰り返していきます。これでしばらく編んでいきます。で、最初に編んだ鎖、ここをつないでおこうかと思います。最初の糸端、最初に編んだ細編みをつなげていきます。これが最後の細編み、これが最初の細編み、これがなんとなくつながるように縫っていきます。この糸端を使ってこの2本の糸の下、最初の細編みの糸の下で、これが最後の細編みで、これを引き締めてつながったように見せたいと思います。下の糸も通ってこんな感じにしました。で、あとはほどけないようにしておきます。で、またこっちを続けていきます。17センチ編んできました。段数は12段。次はこの角を合わせて袖ぐりを作ります。こっちもこことここ。ここで実際に頭を通してみて、で、肩にかけて脇の下でこの角がつながるかを確認します。もしつながらなかったら、あと何周か編んで少し大きくします。これでだいたい女性ものの M か L ぐらい
これは17センチ。S サイズにするときにはもう少し小さくします。その時も実際に頭を通してみて、で脇の下でこれぐらいの感じでつながるかを確認します。で必要な長さまで編んだら、次は脇の下を鎖でつなぎます。でここは最初の四角の長い辺、短い辺、これを半分に折ってこんな形で作っていきます。表と裏を確認します。最初の細編みが表の方を表に決めます。長編みも全部表になっています。表を上にして、でこの角にマーカーをつけていきます。上と下を逆にします。こっちが首、こっちが裾。この角にマーカーをつけます。角の三角、この角の真ん中の三角にマーカー、こっちも真ん中の三角で、ここが長い辺、こっちの角には違う色でマーカーをつけます。でここは編んでいる途中の長い糸、ここではなくてこの三角、この三角にマーカーをつけます。こっちは編んでいる途中の糸、こっちにもここにでピンクとピンクを合わせます。こっちは白と白で袖ぐりになります。で今使っている糸は休めておいて、新しい糸を持ってきます。角と角を鎖でつなぎます。私は今回鎖を3つ、ゆったりとさせたい時には鎖5つでも大丈夫です。このマーカーをつけたところ、真ん中の三角に針を入れます。新しい糸、こっちは長い糸、こっちは新しい糸、これを15センチぐらい残して結びます。ここから鎖を編んでいきます。1、2、3、1、2、3、もう少し多くても大丈夫です。でこの短い辺をたどって次のマーカー、ここが袖ぐりになるので短い辺、こっちは長い辺、短い辺をたどって次のマーカー、表を上にして上からつなぎます。引き抜いてつながりました。鎖一つを編むようにしてで糸を切ります。この時にも少し長めに残しておいて、これでつながりました。ここで一応腕を通してみてきつくないかを確認します。
反対側も同じようにつなぎます。つながっている糸を使って細編みで一周します。このマーカーは必要がなくなるので外しておきます。で、これがつながっている糸。細編みをするので鎖1つ、根元に細編み、これが1つ目。次はこの三角、真ん中の三角に針を入れます。この鎖の出ているところ、次は鎖、この鎖の上が2本、下が1本の位置、細編み、次の鎖にもこれが3つ目。3つの鎖に3つの細編み、次また角の三角、長編みの上、で四角、長編みの上、この糸端は編みくるまずに置いておきます。で、また細編みを続けます。このまま反対側まで編んでもこの長編みの上で、次はこの真ん中の三角のところ、次は鎖、細編みを3つ細編みを編んで、次はこの角の真ん中の三角に1つ、次はこの長編みで、ここと編んでいきます。ぐるっと一周編んでスタートしたところまで戻ってきます。細編みで一周してきました。ここが最後の細編み。最初の細編みに引き抜きます。これで1周目が終わりました。次からこの模様編みをしていきます。で、この部分から始めます。これで編んでいくんですが、今回はこの細編み2つ飛ばしているのを1つにします。で、これをキュッと縮めた形で編んでいきます。長編みと扇形、まず鎖3つ、1、2、3、これは長編み1つの代わり、足元1つ飛ばして2つ目に扇形、長編み、鎖、同じところに長編み、もう一度鎖、これで長編み3つの
扇形。足元1つ飛ばして2つ目に長編み1つ。これを繰り返していきます。また扇形。鎖。長編み3つの扇形。次また長編み1つ。次も同じ。これでぐるっと一周してスタートしたところまで戻ってきます。でこの間の細編みを1つでなくて2つにしても大丈夫です。2つの数を増やしていくとあまり広がらなくてシンプルなシルエットになります。この間の細編み1つでずっと編んでいくと可愛いシルエットになります。これでぐるっと編んでいくんですが、数がちょうど合わないこともあると思います。その時にはこの脇の下の部分、ここら辺で調節すると大丈夫です。目立たないところで調節してこの模様を作っていきます。一周編んできました。これが最後の扇形。最初の鎖の下から3つ目引き抜いてつなげます。次はこの部分鎖3つ 1,2,3 隣に長編み、これで鎖3つと長編み1つ、鎖1つ、下の長編みに長編み、これで四角ができました。次また鎖1つ、次の長編みの上、これで四角2つで長編みの上に長編み、次もこれで長編み3つ、また四角を作っていきます。鎖、鎖、またこれで一周します。一周編んできました。最後も四角を作ります。
鎖1つ、最後の長編み、最初の鎖の下から3つ目、次また扇形、鎖3つ、1、2、3、下の四角の真ん中に扇形、次はこの3つの真ん中、また四角の真ん中に扇形、で長編み3つの真ん中、次また四角の真ん中に扇形で、3つの真ん中に長編み1つ、これを繰り返してここまで戻ってきたら、また最初の鎖の下から3つ目に引き抜いて、次はここ鎖3つと長編み1つで四角を作って、これを繰り返していきます。でこのまま続けて好みの長さまで編んでいきます。襟ぐりから測って48センチ編んできました。段数は19段、最後は扇形になっています。私は短めにしたんですが、お好みの長さにします。ずっと長くしてお尻が隠れるぐらいにしても可愛いと思います。糸の出ているところから続けて編んでいきます。鎖1つ、この鎖の全体を包むようにしてマーカーをつけます。このまま隣の長編みの上、ここに細編み、ここは鎖1つ、次は細編み、次はスリットに針を入れて細編み、次は長編みの上、この真ん中の長編みの上には細編み2つ、まず1つ目、同じところに2つ目、これで1つに細編み2つ、次からまた1つ、この長編みの上、次は扇形と扇形の間、ここは引き抜き編み、これをかぶせるようにして引き抜き編み、ここまでは細編み、引き抜き、細編み、引き抜きと編んでいきます。次は長編みの上、スリット、真ん中の長編みには2つ、スリット、長編みの上、次は扇形と扇形の間、ここは引き抜き編み、
また細編み。でここは引き抜きで、また細編み。これで一周します。細編みで一周してきました。ここに最後の細編み。最後の細編みから糸を抜きます。少し長めに糸を残して、このマーカーをつけたところ、この2本の糸の下、手前から向こうに針を通して、これが最後の細編み。最後の細編みの上から針を通して裏に出して、整えて、あとは裏で隠します。これでつながりました。あとは脇の下に鎖を編んだ時の糸があります。この糸端は時々この模様が伸びてしまっている時があるので、この糸端を使って整えます。今回見たら崩れてなくて大丈夫そうだったので、あまり整えなくて大丈夫だと思います。もし広がっているところがあれば、そこをちょっと整えて見た目を良くします。今回はこのままで大丈夫なようです。これで糸の処理ができました。反対側も同じように糸端を隠します。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。模様は綺麗な花模様になっています。特に裾が可愛くなっています。それは短めで可愛い形。脇の下には余裕分を作っているので、腕が動かしやすくなっています。で、襟縫いは今はこんな形で、着るときにはこんな感じで、とても可愛い襟ぐりの形になります。全体的に少しここから広がって可愛いシルエットになっています。サイズを測りました。上から下まで54センチ。横幅は50センチの80センチ。襟ぐりは66センチ。袖ぐりは45センチ。重さは230グラム。こんな感じになりました。
最後までご視聴ありがとうございました。